今はもう廃業していますが、私の母方の実家は、島根で養鶏場をしていました。毎年夏休みには、母親と姉、弟、私の4人で帰省していました。父は仕事が休めず、毎年、家に残っていました。母の実家は、島根県の大内郡というところで、よく言えば、自然豊かな日本の原風景が広がる土地。まあ、はっきり言って田舎です。そこでいつも1週間くらい滞在して、おじいちゃんとおばあちゃんに甘えながら、楽しく遊びました。田舎のことですので、おじいちゃんもおばあちゃんも朝はとても早く、夜はこれまたすごく早い。朝4時頃には起きて、一番鳥が鳴く前に、養鶏場の鶏に飼料をやり始め、そのまま本を取ったり、深木を見たりの作業をしつつ、畑の手入れをし、夕方の5時頃には作業をやめて夕食、そして夜の7時頃には晩食のビール片手に、うつらうつらし始めるのです。自然と私たちも、夜の8時頃には布団に入るのですが、そんな早くから寝られるものではありません。布団の中で、その日行った川での出来事や、明日何をしようかなど考え始めると、目が完全に冴えてしまい、寝られなくなりました。夜中、真っ暗な天井の梁を、見るともなしに見ていると、私たちのいる今の隣、おじいさんたちの寝ている6畳間の襖が開く音がし、廊下をギシギシと誰かが歩き、玄関を開けて出て行きました。そのまま夢をつつでぼーっとしていると、しばらくして柱時計が、ボーン、ボーンと12回鳴り、ああ、もうそんな時間か、と思いました。すると5分くらいして玄関の開く音がし、誰かがサンダルを脱ぎ廊下をまたギシギシと歩き、木畳前入っていきました。おじいちゃんかおばあちゃんが、鶏の様子か畑の様子でも見に行ったのだろう。そう思い、あれこれ想像しているうちに寝たようで、気がつくと朝になっていて、皆もう朝ごはんを食べていました。夢をつつの状態での出来事だったので、夢かもしれないと思いましたが、その日の夜、また眠れずにいると、やはり同じように夜中に誰かが外に出て、同じようにしばらくして戻ってくるのです。次の日も、また次の日も、どうやらその誰かは毎晩11時30分に出て行き、0時5分頃戻ってくるようです。昼間に姉と弟に聞いてみても、二人とも全然気づいていない様子でした。大人なすることには何でも興味があった頃のことです。私は誰が何をしているのか、見てみたいと思いました。5日目、昼間あまり騒がないようにして体力を温存し、眠らないようにして、その誰かの後をつけることにしました。これまで毎晩眠れなくて困っていたのに、眠らないようにしようと思うと、今度は眠たくなるもので、危うく寝過ごすところでしたが、なんとかその誰かの気配で、目を覚ますこともできました。気配が玄関を出て行くのを待って、私も玄関へ行き、サンダルを履いて外に出ると、おじいちゃんが母屋から50メートルくらい離れたところにある、地下室の中へ入っていくところでした。地下室というのは、鶏が産んだ卵を深木で温めて返し、生まれたヒナをある程度まで育てる専用の建物で、本来なら孵化所とでも呼ぶべきなのでしょうが、おじいちゃんは孵化室と呼んでいました。私もそっとおじいちゃんの後に入ってみると、中は照明がついておらず、孵化器の中から漏れるひよこ電球の、ぼんやりとした赤い光だけが頼りでした。薄暗いというか、こたつの中のような赤暗い中で、おじいちゃんはすごく真剣な顔で、孵化器の中を覗いていました。そして、たくさんある卵の中から3つほど取り出し、卵から顔を背けると、いきなり、ブリキのゴミ箱の中に叩きつけました。私はびっくりして、何しょるんと大声で言ってしまいました。おじいちゃんは私以上にびっくりした様子で、倒れるんじゃないか、と心配になるくらいの形相でしたが、私だとわかると、
安心したのか、全身の力が抜けたようになって、なんじゃ、坊か、びっくりさすなや、と苦笑いを浮かべました。私がもう一度、何しょるん、と聞くと、おじいちゃんは、バルインゴと両類よ、と言って、また深木の中を覗き始めました。私はそれまでに、帰る前のひなを間引くなぞ聞いたこともなかったので、ひよこに悪いんなおるん、と聞きました。おじいちゃんは、ほうよ、取らねや、大変なことになるよ、と言って、深木の中からまた一つ、卵を取り出しました。私は卵をよく見ようと覗き込みましたが、おじいちゃんが慌てた様子で、こりゃ見ちゃダメじゃ、目がつぶれるで、と言って、すぐにブリキのゴミ箱の中に卵を叩きつけてしまいました。私が見た卵には、中からヒナがついたのでしょう。大きなひびが入っており、もうじきヒナが帰りそうな様子でした。ゴミ箱の中は、スプラッタな様子が容易に想像できたので、見たいとも思いませんでしたが、おじいさんは私の目から隠すように、すぐに蓋をしていました。その時、ゴミ箱の蓋に、何か白い紙のようなものが貼ってあるのが見えました。なんだろうと思っていると、おじいちゃんが腕時計を見て、0時を回ったけ今日は終わりじゃ、もう、帰って寝ようや、と言い、すぐに深室から出ようとしました。私も夜中に、こんな不気味なところへ一人で残されるのはごめんなので、慌てて深室を出ました。その時、深室のドアの横に、何かおもちゃのようなものが見えたような気がしましたが、もう眠いし、ちょっと怖くなってきたので、次の日見ることにして、おじいちゃんと一緒に母屋へ帰り、その晩は、おじいちゃんの布団で一緒に寝ました。次の日、午前中、弟と虫取り遊びをし、帰って早めの昼食をとっていると、何か違和感を覚えました。ああそうだ、今日はおじいちゃんがいるんだ。よく考えてみると、それまでおじいちゃんと一緒に昼食をとった記憶もありません。いつもお昼の11時30分頃から、姿が見えなくなっていたのです。その日は村の寄り合いがあるとかで、朝から出かけており、11時頃ベロベロに酔っ払って帰ってきて、一緒に食卓を囲んだのでした。おじいちゃんは白飯に冷たい麦茶と漬物で、お茶漬けにして食べていましたが、途中で食卓に突っ伏して寝てしまいました。私たちは起こしちゃ悪いと思って、静かに食事を済ませ、外に遊びに行きました。外に出てから、前の晩にちらっと見た、孵化室のおもちゃのようなものを思い出し、弟と一緒に見に行くことにしました。それは、おもちゃではありませんでした。ペンキのようなもので鏡面を朱色に塗られた手鏡。粘土で作られた小さな牛の像。プラスチックの安そうな造花。昨夜はそのカラフルな色合いから、おもちゃのように見えたのでしょう。しかし、それらは何に使うものか、全く見当もつきませんでした。私は、おじいちゃんが昨夜卵を捨てていたゴミ箱に気がつきました。昨夜は暗くてよくわかりませんでしたが、明るいところで見ると、そのゴミ箱の蓋には、昔風の、芯を崩した読めない字で何か書いてある、古そうな紙がいっぱい貼ってありました。あ、生まれとるで。で、何あれ。深木を覗いた弟が、卵が帰っているのを見つけたようです。私は、生まれたてのヒナを見たくて、深木の扉を開けました。すると、ヒナがいました。しかし、そのヒナは他のヒナとは、何かが違いました。よく見ると、他のヒナたちと違い、全く震えていませんでした。全くさえずっていませんでした。そして目だけが、人のそれでした。それは深木の棚から、どさっと土間へ落ちると、首を振らず、スタスタと歩いていきました。私はその異様さに、動くことができませんでした。それが孵化室を出て西の方へ歩いていき、見えなくなると、
金縛りが解けた以後に、やっと動けるようになりました。そして弟の方を見ると、弟は、よだれをだらだらと伸ばし、目はどこも見ておらず、呼びかけても、反応がありませんでした。私が大声で弟の名を何度も呼んでいると、おじいちゃんとおばあちゃんが、息を切らして飛び込んできました。おい、見たんか。私はおじいちゃんの形相が恐ろしくて、見てない、と答えました。おじいちゃんは私の目を見ながら、見とれじゃろ、どっち行ったんなら、と怖い目で聞きました。あっち、と私は西の方を指さしました。するとおじいちゃんは、出入り口のドアの横に置いてあった、粘土の牛の像と造花を持って、私の指さした方へ走って行きました。おばあちゃんは弟の名を何度も呼んでいましたが、弟はよだれを流すばかりで、何の反応もしませんでした。企業様と目が合うたんか。おばあちゃんは悲しそうに言いました。もう治らんの。私は弟とそれを見るおばあちゃんに幼いながらもただならぬ様子を感じ、そう尋ねました。いや、坊、そこの顎を乗っ取る鏡を取ってくれ。私は鏡面を朱色に塗られた手鏡を手渡すと、おばあちゃんは、見ちゃあいけん、母ちゃんのところへ行っとき。と、私を深室の外へ出しました。私は母と姉のところへ行きましたが、母に何と話していいものか、何も言えずに母に抱きついていると、弟とおばあちゃんが戻ってきました。私は歩いてくる弟を見て、ああ、なんでもなかったんだ、よかった、とほっとしましたが、何か、弟に違和感を感じました。話してみると、確かに弟です。一緒に深室に行ったことや、昨日のこと、おとといのことも覚えています。しかし、どこか、何かが違うのです。母も、弟に何かを感じたのでしょう。おばあちゃんに、お母ちゃん、まさか、と聞きました。おばあちゃんは、悲しそうに、うなずくだけでした。母が、弟を抱きしめてワンワンと泣いたのを、覚えています。弟はぴょとんとしていました。姉は弟を薄気味悪そうに見ていましたが、母が泣くのを見て、一緒に泣き出しました。ダメじゃ、間に合わなんだ。そう言って悲しそうに、首を振りました。ばあさん、誰かはわからんが遅うても2、3日のうちじゃろう。喪服を出して風に当てといてくれ。そう言うと、おじいちゃんは弟を抱きしめ、すまんの、おじいちゃんが寝とったけえ、こまあなことに、ほんまにすまんの。おじいちゃんはボロボロと涙を流して、謝りました。弟は、何、おじいちゃん痛いよ、など言っていました。その声、その仕草、確かに弟なのですが、やはりそれは、弟ではありませんでした。後からおじいちゃんは言いました。お天道さんの一番高い国と、夜の一番深い国に生まれたひなは、お役目を持っとるんじゃ、じゃけ、殺さにゃいけんのよ。夜に生まれたひなも、企業様になるの、と、私は聞きました。誰に、ほうか、ばあさんが言うたんか。いや、違う、夜に生まれたんは、もっともっと恐ろしいもんになるんじゃ。そう言って、おじいさんは薄気味悪そうに、深室の方を見ました。この時の話は、これで終わりです。後に、私が高校の時に、実家の養鶏場を営んでいる同級生がいました。そいつに企業様について聞いてみると、最初は何のことかわからない様子でしたが、あの夏の出来事を話すと、ああ、イワシ狩りのことだな、と言っていました。なんでも、今ではオートメーション化が進み、センサーとタイマーにより、自動的に12時と24時に帰りそうな卵は排除されるのだそうです。あれからも毎年、島根へ帰省しています。弟は元気に、小学校で教師をしています。もう、以前の弟がどうだったか、覚えていません。
だからもういいのです。あれから20年も家族として暮らしてきたのですから、もう完全に家族なんです。